皆さんこんにちは。前々回の木更木駅の動画のコメント欄見て気づいたんですけど、今2ちゃんのホラーってまた流行ってるんですかね。確かにね、僕もおすすめに出てきて、2ちゃんのホラーとか深掘りしたら面白そうだなと思って始めたので、確かに最近ね、陰謀とかそういったものが世の中をね、取りまくってるじゃないですか。なのでこういったちょっとファンタジックじゃないけど、本当か嘘か、本当にわからないような都市伝説面白いですよね。今回も土定番2ちゃん都市伝説。2005年6月6日、2チャンネルの死ぬほど怖い話を集めてみないというスレッドに小箱さんという方が自分の体験談を投稿しました。小箱さんの友達に霊感の強い M さんという人がいて、 M さんの実家は神社の神主を代々やっていたそうなんです。ある日、小箱さんたちは飲みに行くことになって、小箱さんの家が集合場所となりました。飲みに行くメンバーは小箱さん、 M さん、 M さんの彼女の K さん、そして遅れると連絡のあった S ちゃん。ここから小箱さんは A さんとします。A さんたちがゲームをしながら S ちゃんの到着を待っている時、 S ちゃんは家の納屋で面白そうなパズルを見つけたので今から持っていくと言いました。そこから40分ほど経ってから S ちゃんの乗った車が A さんの家に入ってきたんですけど、なんとそれと同時に M さんの様子がおかしくなっていったんです。 M さんはやべえ、これやべえ、やべえ、どうしよう、父ちゃん今日留守だよと言い出したんです。 M さんは普段は霊感とか神社の仕事についてとかはあまりね口に出さないんですけど、たまにこうやって怯えるらしくて、その時も怯えていたそうなんですね。 A さんと K さんが心配して声をかけると M さんは出たってレベルのもんじゃねえかも、やべえよこれ S ちゃんマジかよ。そして S ちゃんが A さんの部屋まで上がってくると M さんは顔面蒼白といった感じで S ちゃんに何を持ってきたのかを尋ねました。すると、もしかして私やばいの持ってきちゃったのかな、これ来週家の納屋を解体するんで掃除してたら出てきたん。そう言って S ちゃんは20センチ四方ほどの表面がパズルのように細工されている木箱を出したんです。その瞬間 M さんがそれ以上触んなやと言い、 M さんはトイレに走り嘔吐してしまったんです。トイレから戻ってきた M さんは電話をかけ始め、神主である父親に何やらその箱のことを話し始めました。父ちゃん、小鳥箱友達が持ってきた。俺怖い。じいちゃんと違って俺じゃじいちゃんみたくできんわ。ついちょらん。箱だけしか見えん。あとはあるけど残っちょらんかもしれん。少し入っちょる。友達のお腹のとこ、尻尾の形だと思う。尻尾だろ？中に三角ある。尻尾、間違いないと思う。だってわからんが、俺は違うけん。しばらく専門的な話をしていた M さんでしたが、わかったやる。ミスったら払ってや。父ちゃん頼むけん。と言い、電話を切りました。電話が終わってしばらく泣いていた M さんでしたが、意を消したかと思うと、A さんに向かってカッターか包丁を貸すように言いました。A さんは戸惑いながらも M さんに包丁を貸すと、M さんは A さんに自分の内ももをつねるように頼み、そして自分の指と手を切ったんです。 S ちゃんは半泣きで怯えきっていましたが、 M さんの言うことを聞くしかありません。 M さんは S ちゃん口開けと、そして S ちゃんの口の中に自分の血だらけの指を突っ込んで飲むように言いました。 S ちゃんの口に指を入れたまま M さんは呪文のようなものを5、6回ほど繰り返し、 M さんが S ちゃんの口から指を抜くとすぐ S ちゃんは血の混じったものを吐き出しました。 M さんは S ちゃんが吐き出したことを確認すると、次に自分の血まみれの手を箱の上にかぶせたんです。手をかぶせたまままた呪文のようなものを唱え出し、途中いろいろありつつも最後まで唱え切ったんです。 M さんは少し落ち着いてから自分の手を箱と一緒に縛り、その日はなんとかその箱を封印っていうのか、沈めることができたんですけど、後日その箱が何なのか詳しいことが分かってきたんです。その箱は小鳥箱っていうもので、作られたのは1860年代後半から80年代前半頃。箱の中には間引きされた子供の体が入っているそうなんです。昔 S ちゃんが住んでいるあたりは周りに比べても特にひどい差別を受けていた村だったらしく、その村を管轄しているある町からあまりにもひどい迫害を受けていました。迫害のためその村の人たちはギリギリの生活を余儀なくされ、人口管理のため間引きも結構行われていたみたいなんです。そんな1860年代後半から隠岐の島で反乱が起こり、反乱が平定されたと同時ぐらいにその時の反乱を起こした側の一人が村に逃げてきたんです。村人たちは余計な厄介事を抱えるとさらに迫害を受けると思ったので、隠岐から逃げて
てきた人を始末しようとしました。逃げてきた人をここから AA と呼びます。しかし始末されたくない AA は、命を助けてくれたらお前たちに武器をやると取引を持ちかけてきたんです。そして奇妙な箱の作り方を村人に教え、その箱がどのようなものか聞いた村人は AA と取引をすることを決めました。さらに AA はもう一つ条件として武器の作り方は教えるが、最初に作る箱は自分に譲ってほしいとのこと。その条件を飲めるなら教える、どうしてもダメなら殺せと村人に言い、村人はこの条件を承諾したんです。そこから村人たちはその箱を作り始めました。最初に簡単に開けられないように複雑に木の組み合わさった木箱を作ること、次にその木箱の中をメスの畜生の血で満たして1週間待ち、血が乾ききらないうちに蓋をする。次に中身ですが、間引いた子供の体の一部を入れるんです。生まれてすぐの子はへその緒と人差し指の先、腹渡から絞った血を、7つまでの子は人差し指の先と腹渡から絞った血を、10までの子は人差し指の先だけを入れて蓋をする。この閉じ込めた子供の人数と子供の年で箱の名前が変わってくるようで、1人で1歩、2人で2歩、3人で3歩、4人で10歩、5人で5歩、6人で6歩、7人でチンポー。すいません、チッポーです。また AA はチッポー以上のものは作ってはいけない、要は7人以上のものは作っていけないと言い、また箱にはね、目印として印をつけるようにと言いました。ただ AA は自身が持っていく箱、8階になる箱のために7つまでの子を8人、そして8階とは別に女1人と子供を1人要求したんです。8階は最初の1個以外は決して作るなとも言いました。そしてしばらくして8階が出来上がったんです。箱が出来上がると AA は箱がどのような効果を持っているのか、子供と女を使って説明しました。その効果を目の当たりにした村人は、出来上がった箱を町の庄屋に住民からの気持ち、誠意の印という名目で上納したんです。そして受け取った箱により、庄屋の家では女、子供は血ヘドを吐いて苦しみ抜いて亡くなったんですね。その箱は女性と子供にしか効果はありませんが、箱に触れる、また箱の近くにいるだけでなぜか徐々に内臓がちぎれていってしまう呪いの箱だったんです。それにより村人たちは箱を使い脅すことで、町とその周辺にも迫害を止めることと、金輪際村に関わらないように要求し、町とその周辺はそれを受け入れました。庄屋に送った箱は返すようにと言い、その他にも箱を作り始めてから13年で合計16個の箱ができたと言います。16個中1歩6つ、2歩2つ、5歩6つ、チンポを3つ、単純に計算しても56人の子供が犠牲になったんだとか。 AA は8階を持ってね、村を出るとき、村人たちに箱の管理の仕方を教えたそうなんです。女、子供を絶対に近づけないこと、必ず箱は暗く湿った場所に安置すること、そして箱の中身は年を経るごとに次第に弱くなっていくが、必要なくなった、もしくは手に余るようならとある神を祀る神社に処理を頼むということでした。そして村が箱を作り出してから13年目に事件が起きたんです。その当時全ての箱は1箇所に保管されていたんですけど、11歳になる1人の男の子が監視の目を盗んで箱を持ち出してしまったんです。箱の強さは数がね、1歩2歩って大きくなればなるほど強くなっていくんですけど、男の子が持ち出したのは呪いの強いチッポーの箱でした。面白そうなおもちゃを手に入れた男の子は家に持ち帰ったんですけど、なんとその日のうちにその子を含め家中の女性と子供が亡くなってしまったんです。この事件をきっかけに村人たちは、油断をすればね、自分たちにもね呪いが及ぶということで恐怖を感じていたんですね。そして恐怖した住民は箱を処分することを決め、村の代表者5人が M さんの祖先の元を訪れ処理を頼んだんです。しかし箱の力が強すぎると感じた M さんの祖先は、箱の呪いの薄め方を提案しました。そこから箱を一定期間の年で代表者の家同士で巡回させ、箱の呪いをだんだん薄めて最終的に供養するといった方法が取られることになったんです。ただ一番強い呪いを持つとされるチッポーは140年ほど呪いが続くとされるため、今現在でも残り2つの小鳥箱が存在しているとされています。てんてんてん。
いかがでしょうか。これが小鳥箱のお話です。当時2チャンネルはオカルトブームだったこともあり、数々の名作のね、怖い話が生まれたんですけど、そのほとんどが創作の話とされていて、この小鳥箱もその一つだとされているんですね。でもこの小鳥箱の話は妙に具体的な地名とか細かい出来事が書かれているもので、本当にあったことなんじゃないかって今でも小鳥箱を考察するスレッドなんかもあったりするぐらい。昔の日本の風習とか情勢を見てみると、この小鳥箱の話自体は創作かもしれないけど 100% 創作だとは言い切れないかもしれないです。1860年代後半から1880年代前半、江戸時代の終わりから明治時代半ばまでブラック差別というものは確かに行われていました。江戸時代に入ってから死、農交渉、得た、否認という身分が身分統制令などの政策によって徹底したものとなっていきました。死は支配者身分、農交渉は平民身分といった身分を与えられていましたが、得た、否認は死、農交渉の身分の下に位置づけられていました。得たは平牛馬処理、比較の加工など、いわば当時の汚れに属する仕事などを与えられ、否認は罪を犯した人間がなる身分で、得たよりも下であり、仕事すらも与えられない身分だったんです。その他にも得た、否認は一般庶民との交際を禁じられるなど厳しい差別を受けていたんですね。この身分制度は明治維新の改革で廃止されたんですけど、完全に制度の廃止が行われるのは第二次世界大戦後までかかりました。それでも旧得た身分だった人々に差別は残り、1871年の先民解放令が発令されたことで、旧得た、否認は平民という身分になったんです。しかしそれでも彼らは従来の平民と区別され、新平民という名前で呼ばれ、地主に対する経済外的強制など属性令は維持され、民衆の間でも新平民という呼び名が差別的に用いられるようになっていったんです。こうして大日本帝国憲法の制定前後にブラック問題は社会問題化し、1907年明治40年前後から特殊ブラックという呼び名に変わり、ここ30年前まで差別と偏見が続いたとされていました。こんな感じで身分差別を受けた人々は人口管理、間引きを余儀なくされ、虐げられ、恨みを持ってしまうような生活を強いられていたわけなんです。こういった時代の背景とかをね、物語に入れることによって差別された人々の恨みとかがね、引き起こした出来事ということで現実味を持たせたんですね、おそらく。次に呪いの道具にも巧妙に現実味を持たせることで、この話はさらに実在する可能性のある物語へと変化していきました。もともと中国には孤独という呪物が存在し、日本に伝わってきました。他にも日本では犬神など何か生き物を生贄にする風習がありますけど、その生贄に知能があるほど呪いの効果は強いとされ、表向きは神様なんて名前を付けていましたが、実際やってることはかなりえぐくてグロいっすよね。ではなぜ小鳥箱は箱、血、体の一部を使ったのか。日本では生まれたばかりの子供のへその緒や子供の初めて切った髪の毛を箱に収めるといった風習がありますよね。また神道ではいらなくなったお札を箱に入れ贖うという手法もあります。必要のなくなった、いらなくなった人のことをお払い箱と言ったりするのはここから来ているとされているんです。無能な人に向かってお前はお払い箱だっていう感じ知らんけど、箱を使う理由としてはただ単純に司法に現世との境界線を表すといったもので使われているんです。神道では神棚封じといった習わしもあり、家に不幸が起きた場合、現世と神の領域を一時的に封じることで汚れを遠ざけるという意味合いで行われます。実は血にも意味があって、みんなね、漠然としたイメージですけど、血ってなんか綺麗なイメージはないですよね、おそらく。今の時代科学的に血には様々な病気が含まれていたり、放置すると感染病の元となったりということが分かっていますよね。現代だけではなく昔でもね、血は汚れとされていて、特に女性の血が汚れとされていたんです。この考え方は平安時代の9世紀初期、女性神天照大神を祀る伊勢神宮で女性の血を忌み嫌い始めたことで始まりました。東宮が神聖とされている神殿で血を流したその日に天皇が亡くなり、その3日後に山火事など不潔なことが続いたため、東宮の災いを表すものとされたからなんです。9世紀後半になってからは都に人口が集中し始め、治安が悪化し、疫病、災害が深刻化していきました。なので当時の人々の間で疫病、災害の原因は汚れのせいだという考えが浸透していきました。これにより血を伴う出産や月経のような女性特有の生理現象が女性の汚れとして認識され、神道では女性の血に対する汚れ、思想が生まれたんです。また仏教が浸透する過程でも、僧が山で修行する際、女性がいることで集中ができなくなるために女性を排除
除し、その正当な理由に男性から集中力を失わせる女性を汚れていると考えていました。まあ俺だったら違う意味でね、女性がいたら集中できないけど、吉報が覚醒して、しかも仏教では女性は成仏できないという女人不成仏説があり、この説の根底にはミダは最も愚かな悪人をお救いになるという思想があります。つまり最も愚かで罪深い悪人とは女性のことだったんです。そして仏教ではこの時期に女性の存在自身が汚れているという女人在業観が生まれました。なので箱の中にメスの血を満たすというのは、箱の中に汚れた成仏できない空間を作り上げ、そこに子供の念となるものを入れることで、その念を悪いものに変化させていたのかもしれません。幼い子供というのは純粋なので、子供の念や恨みというものはストレートに届きやすいとされているんです。だから言葉のわからない年の子より言葉の分かり始めた知能がある、でもまだ純粋な年齢の子供を何人も使った小鳥箱の方が呪いの威力が強いというのも納得できますよね。こんな感じで昔ね、現実にあった倫理観とか風習を入れることで、さらにねこの話に現実味を持たせていますよね。この小鳥箱の話が登場してから似たような話がねいっぱいね投稿されるようになって、箱シリーズとしてまとめられているんですけど、そのね話それぞれ地域とか語り手が違うので、なんかよりねいろんな情報が出てきて、さらに現実味を帯びていったんですね。中には小鳥箱の元になったんじゃないかと言われる幸福の壺という話もあり、これはお隣の国が舞台となっていて、最後は呪物の作り方を知っている村の生き残りが国を出て逃げたという流れがあるんです。なので実はその逃げた人が日本にたどり着き、小鳥箱の作り方を広めたのではと考察されていたりもするんですね。ただまあこういった説はね全部後付けなので信憑性はかなり低いんですけど、一つねこれちょっと面白いっていうものがあって、小鳥箱の作者は青学出身の民族学や人類文化学を学んだ人だという話もあって、まあそういった話が本当だったとしたら面白いですよね。確かにね現実にあるそういった大昔の収集とか倫理観を確かに入れてこういった話を作った。皆さんどう思いますか？この小鳥箱。個人的にはこれ調べてたらすごい興味深くてね面白かったんですけど、まあこういったね似たような2チャンネルのホラーとかもっとやってほしいっていうリクエストあったらバンバン送ってきてくれ。ついでにそのねタイトルとかねこれやってほしいみたいなのもあったらじゃんじゃんねコメント欄に書いていってくれたら僕がやっていくのでよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。